スティーブ的視点のスティーブです。皆さんこんにちは。今アメリカにおります。日米比較、比べられるところいくつかもうたくさんあります。考えれば考えるほどたくさんあるんですね。その中の一つはタバコのマナーのことなんですね。昔の話に戻ると、日本は結構ね、どこでも吸えたんですよね。飛行機の中でも吸えた時もあったんですよね。昔アメリカでもそうだったんですよ。本当にもう飛行機の後ろの方にトイレに行こうとすると、そこででもう山のようにね、灰皿にタバコがもう置いてあったもう記憶があるんですよ。若い人にはそういうね覚えがないんだけど、おっさんならだからこそそういうのね記憶があるんです。東京よりも大阪に行った時に初めて電車を降りた途端、地下鉄の中でもなんかホームの中ではね吸ってる人もいたんだよね。もうびっくりした時もあった。もちろん歩きタバコというんですか、もう結構そういうね普通にどこでも、特に日本だけ、日本だけじゃないんだよ。アジアもそう。アメリカでもちろんタバコ吸う人はいっぱいいます。昔から思うんだけど、吸う人がいても構わないんです。全然構わない。それは一人一人の自由なんだけれども、吸う場所がちゃんとない。ここは喫煙になっている。どこでも喫煙になっているところの中で、じゃあ外に行かなきゃ。ラスベガスは特にそういう時、もう前もね何回も言ったら、ポイ捨てのタバコがあちこちにある。なぜあちこちにあるかというと、ちゃんと吸う場所があったとしても灰皿がない。そこで吸う人たちどうする？そこで日本みたいにこういうね携帯灰皿を持ってる人はいないよ。アメリカは3、4年前なのかな、日本でやっぱりスモーキングマナーについてレポートをさせてもらったことがありますね。その時はある喫煙所の前でレポートさせていただいたんですが、やっぱり変わりましたね。日本はスモーキングマナーがちゃんとしたもうルールがあって、そこでしか吸えない。もちろんそれをねルール守らないいけないよ。ダメなやつもいるんだけれども、基本的にみんなルール守ってそこで吸ってましたよね。アメリカ人はねタバコ好きじゃない人、本当に好きじゃないからね。好きじゃない人がちょっとでも近くで煙が入ってきたらすぐに誰がそうタバコ吸ってるの、ダメって平気で言うんだよね。現代に来てやっぱり社会が変わって、喫煙所いろんなところに、東京、日本全国に喫煙所、ここじゃないとタバコ吸ってはいけない。これは一つのマナーのことですよね。日本全国、多分全世界も少しずつその流れになっている。ただ吸う人がまだいるんですよね。どこで吸うのか知らないところに行ったら、喫煙所があるかないのか、どこに吸えばいいのかっていう話になると、どうしたらいいのか。さすがにやっぱり日本ですごいやっぱり技術、かゆいところに手が届くっていうことわざあるんじゃないですか。それこそタバコのマナーにも今時の技術でやっぱり携帯で喫煙所マップみたいなのがあると、全世界どこにいても、日本国内どこにいるんだろうが、海外でもアメリカでもその喫煙所マップというアプリを使うと、吸っていいところ、灰皿のちゃんとアメリカはね灰皿あるかどうか分かんないよ。あっちこっちにはねタバコ吸っていいかもしれないけど、灰皿があるかないかは分かんないんだけど、日本はちゃんとした喫煙所がある。そういうね今の技術すごいな。本当に日本はそういうのを考えると。でこの間ちょっとねちょっと試しに開いてみたら、アメリカのねロサンゼルス国際空港、ハリウッドとかあっちの方もタバコどこでも吸っていいわけじゃないですよ、アメリカも。なのでやっぱりこういうアプリを使うことによって喫煙所マップがアメリカでも海外でも使える、すごい便利なアプリがなんで、昔と比べて吸う人が少なくなった。でもマナーはマナー。車乗る時のマナーもある。人に対するマナーがある。海外に行く時もね、その国に対する、もう自分も日本にお邪魔させていただく時の外国人としてのマナーもある。それを守るべきなことですよね。お互いに日米、比較っていう話なんだけれども、これは世界共通のことだと思います。マナーを持つこと。タバコを吸うならマナーを持ちましょうという今日の日米比較のポイントでございます。皆さんよろしかったらチャンネル登録と、あと Amazon Japan にこういう素敵な商品いっぱいありますので、セール中です。チェックしてね。じゃあまた次回まで、いつも日々前進
サムズアップ的な感じでやっていきましょう。では。